皆さん、こんにちは。しょうこです。もうすぐ7月ということは JLPT の試験が近いんですね。今回受験する人はいますか？試験が近づくにつれて勉強時間が長くなった人もいるんではないでしょうか。そんな皆さんに話したいテーマで今回はポッドキャストの台本を作りました。今回のテーマは日本語の勉強のモチベーションを保つコツです。皆さんはこんな経験はありませんか？日本語の勉強を始めたときはとてもやる気があって毎日単語を覚えて文法を勉強して日本語の動画もたくさん見たり。でも数週間後、最近やる気が出ないな。勉強しているのに上達している気がしない。今日は疲れたから休もう。そんな気持ちになることがありますよね。実はこれはとても普通のことです。日本語だけではありません。英語でも韓国語でも中国語でもどんな言語でも同じです。今日は語学をたくさん学んでいる人たちの考え方や実際に効果があると言われている方法を紹介しながら、どうすれば長く楽しく日本語を勉強できるかを一緒に考えていきたいと思います。ちょっと長いけど余裕がある人はシャドーイングしてみてくださいね。1週間毎日同じ文章で繰り返すと、だんだんその単語や文法を覚えられて、リスニング力とスピーキング力が上がりますよ。それでは始めましょう。まず最初に大切なことを話します。それは、モチベーションに頼りすぎないことです。多くの人は、やる気があるから勉強すると思っています。でも実際は逆です。勉強を続けているからやる気が出ることも多いんです。例えば歯磨き。皆さんは毎日歯を磨きますよね。毎朝、今日は歯を磨くモチベーションがあるかなとは考えないと思います。ただ、習慣になっているからやるんです。習慣化ですね。日本語も同じです。モチベーションが高い日もあります。低い日もあります。だからこそ、やる気がある時だけ勉強するではなく、毎日少しだけでも続けることが大切なんです。これは運動も同じで、私は今ダイエット中なのですが、毎日運動するように仕事前にジムに行くことを習慣化してます。もう3年以上続いていますね。おかげで腹筋が鍛えられました。語学学習も同じです。毎日続けることで少しずつできるようになっていきます。そんなことは言ってもなかなか続かないですよね。私も毎日シャドーイングするぞってしていても、仕事から帰ったら疲れてネットフリックス見ちゃったり。だからこそ継続したいことはあらかじめ時間を決めてスケジュールに入れてみましょう。おすすめは毎日決まった時間を勉強時間にすることです。例えば朝ごはんの後に15分、寝る前に20分、通勤中にポッドキャストを聞く。時間は長くなくても大丈夫です。張り切って1時間とか決めてしまうと疲れてる日はなかなかできないものです。大切なのは毎日同じタイミングで日本語に触れることです。5分でも構いません。今日は忙しいから5分だけ。そんな日があってもいいんです。0分より5分の方がずっといいですよね。次に大切なのは教材のレベルです。私もそうだったのですが、シャドーイングする教材に学習用ではないネイティブがものすごく早く話しているポッドキャストを使っていたことがあるんです。だけど聞き取るのが精一杯。話すなんて絶対無理で倍速にしてやっていました。それに好きなドラマが専門用語がたくさん出てくるもので、毎回単語を調べるのが本当に大変。ほとんど理解できない教材ってストレスになってしまうんですよね。理想は70から80%くらい理解できる教材です。聞いていて内容がだいたいわかる。でも少しだけ新しい単語や表現がある。このレベルが一番勉強しやすいと言われています。
100% 理解できると新しい学びがありません。逆に 20% しかわからないと疲れてしまいます。だから少し難しいけど頑張れば理解できる。そんな教材を選んでみるのが一番効果的です。そして勉強の記録を残すこともおすすめです。語学学習はマラソンに似ています。毎日少しずつ成長するので変化に気づきにくいんです。だから学習日記を書いたり、勉強時間を記録したり、日本語で日記を書いたりしてみてください。1ヶ月前の日記を見返すと、意外とたくさんのことが書けるようになっているかもしれません。成長が見えると、また頑張ろうと思います。あとはたまに日本語会話レッスンとか受けてみたり、もちろん JLPT の試験でどのレベルかチェックするのもいいですよね。そしてモチベーションが下がったときは、なぜ日本語を勉強しているのかを思い出してみてください。皆さんの目標は何でしょうか？日本旅行ですか？ JLPT 合格ですか？アニメを字幕なしで見たいですか？日本人の友達を作りたいですか？あるいは日本で働きたいですか？目標は人それぞれです。大切なのは自分の目標を忘れないことです。自分が達成したいことによって会話練習をもっとしたらいいのか、書く練習をもっとしたらいいのかも変わってきます。いい機会なので自分の目標を決めてぜひコメント欄に書いてみてください。みんなに目標共有するのも頑張るモチベーションになりますしね。みんなで頑張りましょう。そして好きなことと日本語を結びつけることも大切です。例えばアニメが好きな人、ゲームが好きな人、旅行が好きな人、料理が好きな人、音楽が好きな人、好きなことがあると日本語は勉強ではなくなります。楽しみになります。実際多くの人がアニメや音楽をきっかけに外国語を学び始めています。楽しさは最強のモチベーションなんです。私はヨガが好きなので、ヨガのレッスンを英語で受けたりしていました。英語で料理の本を読んで料理をすることもあります。海外のレシピって面白いですから、これはいい勉強法だなって思います。それから、日本語を勉強している仲間を見つけるのもおすすめです。一人で勉強していると不安になることがあります。自分だけ上達していないかもしれない。そう感じることもあります。でも、他の学習者と話すと、みんな同じような悩みを持っていることに気づきます。SNS でもいいです。オンラインレッスンでもいいです。Discord やコミュニティでもいいです。日本語を勉強している仲間とつながることで、勉強がもっと楽しくなります。なかなか仲間を見つけられない人がいたら、ぜひ私のチャンネルを活用してください。みんなでコメント読んで意見が聞けたら楽しいなと思います。ここで中級レベルの学習者に向けてお話ししたいことがあります。中級になるとなかなか日本語力が伸びないと感じる人が増えます。単語も文法もたくさん覚えた。でも上達している気がしない。そんな時期があります。でも安心してください。これはとても普通のことです。初級は毎日新しい発見があります。でも中級になると成長が見えにくくなるんです。そんな時は新しい教材を増やすよりアウトプットを増やしてみてください。例えば3分間の独り言、日本語の日記、音読、会話練習。学んだ知識を使うことで知っている日本語が使える日本語に変わります。これは本当に大事です。多分みんな勉強しているのは日本語を使って日本人とコミュニケーション取れるようになりたいからじゃないかな。だったらなおさらアウトプットの時間を大切にしていきましょう。そしてこれも大事なこと。
完璧を目指しすぎないでください。語学学習者の中には間違えたくないと思う人がたくさんいます。これは特に日本人に多い傾向なんですが、でもきっと日本人以外にもそういう人もいるかなと思います。でも間違えながら学ぶのが語学です。赤ちゃんも最初から完璧に話せません。たくさん間違えながら話せるようになります。だから会話の時に間違えても大丈夫です。大切なのは伝えようとすること。なんとなく覚えてる単語だけ言ってみてもいいんです。だんだん文章になっていくので、とにかく覚えたことは使っていきましょう。最後に、今回の話のまとめをします。日本語学習のモチベーションを保つためには、まず、モチベーションではなく習慣に頼ること。毎日少しでも日本語に触れること。そして、70から80% 理解できる教材を選ぶこと。勉強の記録を残すこと。好きなことと日本語を結びつけること。仲間を見つけること。完璧を目指しすぎないこと。これらがとても大切です。語学学習はやってすぐ効果が出るものではないです。だからこそ大変なのですが。でも、毎日少しずつ続ければ、半年後、1年後には必ず変化があります。今聞いている皆さんも、たくさん日本語を勉強して、こうして日本語のポッドキャストを最後まで聞いてくれています。最後まで聞けた人って全体の 5% もいないんじゃないでしょうか。本当にすごいです。ぜひこれからも自分のペースで続けてくださいね。それでは今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。